この動画は狩猟の動画になります。理解のある方のみ視聴を続けてください。今日も DS35 についてのインプレを述べていきたいと思います。少し考察的な話もありますので、見てください。ちょっともう DS35 についてはこれで終わりにしようと思います。で、DS35 ですけれども、今まで2本動画出してまして、動画1では概要機能についてですね。あとは基本機能の把握についてと Wi-Fi 機能について述べました。で、Wi-Fi 機能はファームアップによって、国内でも法律にのっとった使用ができるようになりましたので、解決ということになります。で、動画2では実際料金に入った動画で実量使用上の課題ということを、整理しました。で、実際射撃場で調整したんですけれども、調整不足がちょっと露呈しまして、少し課題を残してしまっているということです。あとは距離測定時ですね。距離測定時で工夫しなきゃいけない部分があったということを述べたと思います。今回それぞれを解決したということでご報告です。まずは距離測定ですけれども、距離計がやや奥まったところにあるという問題がありましたので、草よけとしてシュラウドをつけました。これによって、こういう藪の中から突き出して発砲するときも草を避けることができるようになりましたので、だいぶ精度よく距離が取れるようになったということです。あとは、パラメーターがちょっといまいち、調整不足だなというのを感じてましたが、狙った通りの射撃ができるようになりまして、パラメーターの最適化も達成できたということになります。じゃあ、パラメータについてどうなっているかっていうと、弾道計算はこんな感じです。一応ですね、275メートル毎秒で設定しています。FX のプレミアムペレットですね。に最適化しているということになります。で、0インですけれども、X を40、Y を14にしました。で、この XY っていうのはこのスコープ内での設定でございまして、実際はですね、多分これぐらいの画素を持ってるんですね。センサーはね。だけど、スコープ自体はこういう部分だけで覗き込むという形をとっています。で、この覗き込む形、位置ですね。形じゃない。位置をですね、X を40、これぐらいずらして、Y を14ずらすと。いうことで、センサーの中のどこを使うかっていうのを設定するということで、そこを真ん中とみなすということですね。だからスコープ全部使っちゃうと、そのバツの位置がどんどんずれちゃいますけれども、センサーの一部しか使ってないんですね。このスコープはですね。だから、光学スコープと同じような、0インの設定ができるということになります。で、色とか形とかというのは設定していますと。で、以前の動画でお見せしましたが、実際こんな風に覗いてますよっていう話を少し説明します。左から言うと全置残量と Wi-Fi ですね。あと弾道モデルはさっきの A というモデルを設定しています。で、方位時刻ですね。で、倍率は 5.6 倍。これが当倍になります。あとは赤外線統治機能がありますが、これは夜間しか使わないのでキャンセルということですね。銃の負荷ですね。これはこの撮影時、銃を真下に向けてたんで、マイナス80度になってます。あとは傾きですね。これはよくスコープに水平器つけてる人いますけれども、それが銃の中のセンサーで調整できるということです。ただこれ食事状態ちょっと狂ってたんで、水平器でちゃんとキャリブレーションして、ちゃんとなるようになりました。なので、もし私と同じスコープ使ってる人は、傾きについては最初キャリブレーションしないとちょっとダメかもしれません。あとは、距離計で測った距離が36メーターの場合は中心よりも上側に着弾点がありますので、36メーターが上側についているということですね。で、あとは、ここに特徴的な機能として拡大表示ですね。ピクチャーインピクチャーですね。5.6 倍で広い視野を確保しつつ、細かく合わせるときはこっちで使うということができるということになります。で、実際の映像を見てみますかね。はい、まず、マガモですね。マガモがどうなるか。92メーターですね。外したんですけれども、よく見てみてください。はい、こんな感じですね。じゃあ、弾の動きを見てみてください。細送りします。これ弾ですね。弾がこう動いてって、ここに着弾してるということですね。惜しかったんですね。で、カモは今、こっち側に1羽、こっち側に1羽、さらに奥に1羽ですね。という状況です。で、外れてるっていうことですけれども、かなりいい線いってるかなと思います。みこし射撃のちょっと1ミリぐらいずれたかな。あとほんの少しずれてれば当たってたかなっていう感じになりますね。平面図で見るとこんな感じですね。
まず風が結構吹いてたということですね。それで、カモが、まあ、だいたい 0.3 メートル毎秒ぐらいで移動しているということです。で、みこしが、60センチ取ったということですね。着弾点がここだと。で、カモの、まあ、くちばしのちょうど手前ぐらいですかね。に落ちてるということで、本当にあと20センチぐらいで当たってたんじゃないかというところですね。で、まあ、照準はここら辺で合わせてるということで、0.4 秒でここまで着弾しているという計算結果になっています。で、それぞれの計算は、まあ、これで、シミュレーションアプリで裏付けを取った数字を入れています。なので、このパラメータ全部入れると、このような結果が出るはずです。で、発砲時の照準ですけれども、92メートルは、まあ、高さ方向って言いますか。距離方向はほぼ正解でしたね。で、みこし射撃がちょっと失敗したという感じですね。ただですね、かなりいい線いってるんで、私としてはかなり満足できる射撃だったかなと思います。で、まあ、これもし仕留めてもですね、風向きはこっちですので、最終的には岸に流れ着くっていう見通しでやってました。で、DS35 による散布会の改善イメージということを整理しました。今回のような90メートルランニングターゲットの場合ということですね。で、今まではもう目でだいたい何メートルかなっていうのを当てずっぽで打ってたわけなんですね。だからもうかなりの誤差の中で、もう打って当たればラッキー、もしくはもうあんな距離のものは打たないっていう選択肢が出てきたと思います。もちろん静止してるターゲットだったら狙えたんですよね。距離計とか別で測って使える、狙えるんですけれども、なかなかああいう風の強い中、相手も動いてるし、距離もよくわからないっていう状況で発砲しようという気には今までならなかったんですけれども、まあ今回は、まあリアルタイムで距離がしっかり取れたんで、もう発砲するしかないっていう状況ですね。そうするともう当てずっぽで打つとこれぐらいのばらつきが出るだろうというところが、もう当てに行ってるんで、これぐらいの散布会ですね。まあ散布会つってもね、一発なんですけれども、かなりいい勝負ができたかなと思ってるところです。だけど、まあ、それでも全ての弾道計算結果を台無しにする要素っていうのはまたあります。それはね、強風時の動揺です。動揺っていうのは揺れですね。昔、ミサイルとかが発達しなかった時の、海戦の主力っていうのは戦艦だったんですけれども、戦艦は陸上砲台に勝てないと言われています。なぜかっていうと、船の足場ですね。がもう海の上だから安定しないんですね。だからもう命中率で言うと10倍ぐらいの差が出ちゃうということで、それ以外の要素もあるんですけれども、やっぱ不安定なもの、水の上っていうのは非常に不安定だということで、やっぱ動揺するんですね、これがね、船がね。で、動揺の影響をこうやって整理すると、照準してるんですけれども、もう何ミリもずれるっていうことですね。じゃあこういうタイミングがいい時に打てばいいじゃないかみたいな感じに思いますけれども、なかなか難しいんですね。で、実際どうかっていうと、これ小鴨なんですけれども、これね、1秒ぐらいでこれぐらい動くんですね。で、もう全然、なんつうの、もう波に隠れちゃったりしてるんですね。かなり動揺してるということになります。ちなみにですね、これ42メートルは下にバツ出てますけど、実際はスコープ覗くと上にバツが出ます。これバグですね。なので、これはもう今後報告する予定です。で、実際に動揺の中で打つと簡単じゃないっていうのをお見せしたいと思います。これですね。はい、外れました。もう一回。はい。ということなんですね。実際どのぐらい外れたかっていうとですね、これ上にバツがついてますんで、ちょっとこれバグなんでね。実際スコープでは上で見えてます。みこし射撃を、どうしようかと悩んでる中で、障害物が出てきちゃったんで、もう発砲しなきゃいけないっていう状況ですね。で、ここで撃つかっていうところで、撃ったわけですね。で、これぐらいだったり、これぐらいだったりするんで、ちょうど、ちょっとわかんないかな。弾これなんですよ。で、次で、もう一瞬当たってるように見えるんですけれども、羽の中を通過してるんです。それで、
無事だったんですけど、ここ欠けてますよね。だからやっぱ弾がここ通過してるんですね。ということで、動揺を少し読み切れれば、当たってた可能性があるっていうことですが、実際読み切れますかね、こんな早く動いてる中で。無理ですよね。なかなか難しいと思います。まあ、こんな感じなんですよ。こんな感じなんですね。なので、ちょっと人間の反応速度っていうんですかね。まあ、同様に合わせて発砲できればいいけど、ちょっと私無理かもしれないです。なので、まあ、強風時には運の要素がどうしても残るということになってしまいます。ただですね、DS35 によってこれまで諦めていた水上へのランニングターゲットへ肉薄することが可能になったということですね。で実際これ59メートル先の小鴨ですけれども、当たったんですね。当てることができたんですね。けど小鴨って鳩よりちょっとでっかいぐらいで、59メートル離れてるって言ったらね、さっきのマガモぐらい当てるの難しいんですけれども、当てることができました。ということで、まあ、勝負になるということになってきました。なので、まあ、いいかなというところでございます。でちなみにですね、これちょっと関係ない話なんですけど、今回の弾道計算の答え合わせに使用したアプリということで、チェアガンエリートバリスティックツールというものを使いました。で、これも、まあ、いわゆる弾道計算アプリなんですね。これスマホで使えるんですけれども、ただこれね、正面方向の風の影響、ターゲットの動き、ターゲットの見え方が計算可能ということで、ターゲットが何メートル毎秒で動くところとかも計算できるということですね。あと、ターゲットの見え方については、これ鹿が映ってますけれども、カモに切り替えることもできるということですね。で、昔ながらのフォークチェアガンですけれども、これは開発終了してまして、使いやすさは使いやすいんですけれども、ちょっとね、正面方向の風の影響とかうまく取れないので、慣れてきたらこっちに移行した方がいいかなと思います。で、今回はこれで終わりですね。それでは良いハンティングライフをお送りください。もう終了も後半戦ですね。まあ、だんだんカモが遠くなってきましたけれども、まあ、量価出せる人は頑張ってみてください。私も1月いっぱいで終わりにすっかなって感じです。じゃあそういうことでありがとうございました。それでは。